今日はおにぎりやお弁当、軽食に便利なミニ弁冷凍ストックを作ります。スナップエンドウは筋を取り、トマトは十字に切り込みを入れておきます。人参は少し大きめのコロコロとしたみじん切り。沸騰したお湯に塩を少し入れて、スナップエンドウを2分茹でます。残りの人参は千切り。ごぼうも千切りにします。ミニ弁当の具材は好みのおかずで何でもいいのですが、今回は7種類のおかずを作りました。玉ねぎをみじん切り。お弁当やおにぎりを作る時間も気力もない朝や、小腹が空いた時にすぐに食べられるおにぎりサイズの小さなお弁当を冷凍しておくととても助かります。小さく作れば加熱時間も短いし、加熱ムラも起きにくいので気軽に使いやすい。生姜とニンニクもみじん切り。最初に材料をすべて切っておきます。この動画は10分56秒までおかず作りで、11分くらいからミニ弁冷凍ストック作りになるので、もしミニ弁冷凍だけ見たい方はそこまでスキップしてね。長ネギは2センチくらいの長さに切りました。ナスは小さなご飯にのせるので、小さく乱切りにして5分くらい水にさらします。サバは両面に塩を振り、10分くらい置いておきます。昆布仕込みと塩麹の鮭だって美味しそう。念のため骨を取り除きました。小さく切ります。魚焼きグリルで焼いていきます。サバは料理酒をかけてしっかり水気を拭き取ったら、これも念のため骨を取って小さく切っていきます。鮭が焼けたので取り出して、サバに軽く塩を振って焼きます。焼けました。美味しそうです。
エビに塩、酒、片栗粉をかけてよく揉み込んで水ですすぎます。殻を剥き背わたを取ったら塩コショウを振り焼きます。鶏もも肉はドリップを拭いて余分な筋や脂肪などを取り除きます。ミニ弁用なので小さめに切りました。米粉をまぶしたらフライパンに広げて焼きます。卵3個に砂糖小さじ1と塩を1つまみ混ぜてそぼろを作ります。鶏肉はよく焼いて照り焼きの調味料を合わせておきます。酒、みりん各大さじ2、砂糖大さじ1、醤油大さじ2を混ぜ合わせます。鶏ももひき肉 300g に生姜1/2かけ、酒、みりん、砂糖各大さじ1ずつと醤油大さじ2を加えて鶏そぼろを作ります。照り焼き用の鶏肉が焼けたら油を拭き取り合わせておいたタレを加えます。そぼろができました。照り焼きもいい感じに煮絡めたら完成。長ネギに塩コショウを振ってグリルで焼きます。次はキーマカレー。生姜とニンニクを1かけずつ炒めます。別のフライパンにごぼうと人参を入れてニンニクと生姜の香りが立ったら玉ねぎと人参も炒めます。酒、みりん、白だし、砂糖、醤油全部各小さじ2ずつ混ぜてきんぴらごぼう用の調味料を合わせておこう。カレー用の玉ねぎが透き通ってきたらひき肉 300g を加えます。炒めたごぼうに調味料と輪切り唐辛子も少し加えました。ひき肉にカレー粉を大さじ1と1/2加えて炒めます。砂糖とコンソメ小さじ1ずつと酒を大さじ1。トマトを3つ入れたら蓋をします。よし、きんぴら完成。トマトの皮を取り除いたら潰します。このキーマカレーはこの日の晩ご飯にも食べるので多めに作っています。最後はナスとひき肉のピリ辛味噌炒め。生姜とニンニクを炒めてひき肉 150g、ナスには米油を吹きかけます。カレーに塩小さじ1/3、ソース大さじ1、胡椒少々加えました。
ナスとひき肉を炒めながら調味料を合わせておきます。味噌とみりんを大さじ1ずつ、砂糖をちょこっと、豆板醤小さじ1/2を混ぜておきました。フライパンに入れて絡めます。味を見て醤油小さじ2を加えました。よく絡めたら仕上げにスナップエンドウを混ぜて出来上がり。カレーも味を見ながら好みに整えて完成です。あとはトッピング用のエンドウとアボカドを切るだけ。アボカドは5ミリくらいの厚さに切ってレモン汁を少しかけておきました。全部できたよ。ミニ弁作りに使う容器はこんな感じの小さな容器や豆腐パック、三角にしたかったらおにぎり型など何でもいいです。今回は豆腐パックで作りますね。ラップを敷いて冷ましておいたご飯を半分くらいの高さに詰めます。まずはそぼろ丼。お弁当と同じように詰めていきます。エンドウと鶏の照り焼きも乗せておこう。ラップをかぶせて容器から取り出したらピチッと包みます。次は鶏の照り焼きを焼き鳥丼風にします。鶏肉と長ネギを乗せてラップで包みます。次は鮭、エンドウをトッピング。小さいから加熱時間が短くてパッと食べやすい。次はきんぴらとサバの塩焼き。朝ごはんとかこれをチンするだけでいいので楽です。次はナスとひき肉のピリ辛味噌炒め。食が進み満足感があります。夏バテ予防にいいね。エビとアボカド。アボカドは冷凍してチンするとどうしても食感や風味が落ちるのですが、それでも娘が好きなので作っておきます。最後はキーマカレー。美味しいし、疲れてご飯作れない日にも便利。パセリを振りかけました。よし、完成。こんな感じでたくさん作ったら、保存袋に入れて冷凍しておきます。残りのおかずも小分けトレイで冷凍しました。ここからはこのミニ弁冷凍ストックの使い方です。お皿に乗せて600ワットで2分温めます。真ん中を触ってみて、しっかり温まっているか確認します。加熱したりないときは様子を見ながら10秒ずつ温めてね。いつでもすぐに食べられて便利。お弁当に持っていくときは粗熱が取れたら包み直してこのまま持って行ってもいいし、
何個かお弁当箱に入れてもかわいいね。食べるときにポロポロこぼれるのが心配なら、こんな風に海苔で巻いておにぎりにすると安心です。四角くて平べったいから食べやすいよ。具沢山で満足感があるおにぎりです。ラップを外してお弁当箱に詰めて、のっけ弁みたいにしてもいいね。朝食や軽食にも食べやすいサイズです。具によってはお茶漬けやだし茶漬けにしても食べやすくて美味しい。これは100円ショップで買った小さな保存容器。この蒸気弁を開けてレンジで温めます。600ワットで2分30秒温めました。ラップじゃなく小さい容器で作っておくのもとても便利で、粗熱を取ってから蓋をするとこのまま持っていけます。小さいから加熱時間が短くて使いやすい。おかずだけで冷凍したものも大活躍です。ぜひ作ってみてね。ご視聴ありがとうございます。またね。